いや、納得できなくてですね。何かありました。はい。先日、商談試験を受けまして。あ、おめでとうございます。いやいや、まあ、それはいいんですけど、ちょっと気になることがございまして、今日は先生にちょっと見てもらおうと。もう一回審査をする。そうですね。うわ、落とされたらどうしよう。ということで、ちょっと今回のテーマはこちらになります。すみません、これもう私のちょっと気になったというかですね、審査でですね、これできなかったっていうところだったんで、一応ちょっと先生に見ていただきたいなというのがありますので、ご指導いただければと思います。すみません。今回は僕のただのわがまま企画です。ということで、動画の方をご覧ください。どうぞ。カードで切ります。大丈夫です。はい、ということで、先生何か逆に気になったところがありましたか？自分が審査員だったら、まず一番気になったのはしっかり襟持ってくださいね。片手だけで処理されてるのがあったから、まああとは特にどこが気になられたんですか？自分で動画を見ててちょっとやっぱり思ったのが、取られがマップで崩すんですよ。でずっとやっぱりこっちに半分意識はあるんですけど、こちらが全然使えてないというか、なんかこうぐーっとやってるんですけど、こっちがずっとお留守になってる。そうそう、そこですよね。結局襟を持ってないですもんね。これもそうかもしれないです。で、上段者の方のその後の演舞とか見られてると、やっぱこっちをすごくこう綺麗に使われてるのがあったので、反対の意識ってどういうふうに持ったらいいのかとか、どういう傾向をしたらいいのかっていうところがちょっと気になりました。ちょっと横着バージョンでいくとちゃんとやってるなってやつですけどね。これ一番好きなやつですよ。これ何やろ、これですよね。横にちゃんと本当に意識しっかり持っててもらってでしょ。でここですね。ここにお腹からこう引っこ抜かれるような。これ無理でしょ。これやっぱ要はここで循環がだし、イメージで言うと対極マークじゃないけど、ここですよってよいしょって全然本当に腰から持っていかれる感じが。そうですね。自分の中でもこう、今の横回転でしたけど、これ縦を入れればさらに、この状態でしっかり持つでしょ。これ何も起きないよね。でやっぱこっちここにセットっていう。この中にここで。考え方いろいろですけどね。ここでこう引用対極マークみたいなのをイメージしてみるとか。もう一度今個人的に時々稽古してるのは丸があって丸の周りにも丸があるみたいな。ここに2人こういう S 字状を描いてここ対極マークしか丸になってますけど、その外の世界があるっていうのが最近やってるちょっと怪しいやつなんですけどね。ジャスティスじゃないんですけど、ちょっと。一応、ちゃんと、今のは、ゆい子のみんな真似しないんでってやつですので、これ、実はね、意識の誘導とか当て身にも入ってくるんですよ。話長くなるな。内弟子に入って最初の自分の課題だったのが、その道場長の当て身なんですよね。片手取りで。多分目の前にあるやろ。
自分が土壌長の先生の受け身を取ると気がついたら目の前に拳がある。でも他の人が土壌長の受け身取ってるのを見てたら多分そんなに早くは見えないでしょ。ゆったりとしか見えないんだけど、自分が受け身を取るとやったら早い。なんだろうなと思って、ただまあ自分なりの答えは、そう、拳のあるところに誘導されてるんだ。こう普通の方はこう振りまして、ここからよいしょってスタートするから、ここに拳があってここにスタートするんだけど、そうじゃない。もともと拳があるところに誘導されてるから早いんだ。ちょっと気づいてっていうか、酔っ払った機嫌がいい時を見て計らってやってますよねって聞いたらとぼけられましたけど、あ、そうって言われて、そうなのって、いや、そうなのって、質問で返されて、はってなりましたけどね。だから苦手な方が多いこの小手返し、苦手な方が多いというかこの小手返しもそうなんですけど、手があるところにちゃんとリードしてくるとやりやすいんだけど、この手に向かってしまう。この手に向かってじゃなくて、せっかく持ってくれてるんで、二人の関係でこう持ってくればそんなにはいらない。でこれも一緒で、話を本題に戻しますけど、いつ言うのかな、肩から線が出てきて自分を通って自分の後ろに向かっている力の流れがあるとして、でこちらはもうそれを、その極端に言うとその線上にありますよね。ずっと持ってくるともうすぐそこに。これは一回縦に浮かしますけど、浮かした結果、もうちゃんとここに持ってきていますね。ちょっとどうぞ。このままこっちに行けと、これをどうにかしよう。はいはい。こっち側にも。はいはい。はい。そうですね。で、あと一つ、この横のやつ、襟を引けってやつもそうなんですけど、この互い違いを使うんだって、昔習ったんで。ごめん、ちょっとごめんなさい。これは出す。これが引く。この互い違いを使ってるんで、こっち側だけでも投げれなきゃいけないよ。昔からそうなんですよね。こっち側だけでも投げれなきゃいけないよ。こっち側だけでも投げれなきゃいけないよって昔はよく言われてたんで、その相乗効果じゃないけど、やっぱりその両方を使っている。ごめんね。この両方を、このボールが両方を使うっていうのも、片手だけでもできなきゃいけないし、それはちょっとですかね。スーッと。なんでもいいですけど、この、片手って言いながら絶対は使っているんですけど、代わりにこの片手だけでもこう持っていかなきゃいけないよって言われもしますし、逆にこっちも、ちょっと頑張っていいですよ。これいかないじゃないですか。それが、ちゃんとここに片手も使わなきゃいけない。その両方を使うというか、意識というかですね。それは引っ張りとかではなくて。そうですね。力から引くって、でもいいとは思うんですけどもね。はい、動画の方を見ていただきましたけれども、なかなかうまくいかなかったですね。審査前にやっておかないといけないやつでしたね。はい。その審査は結果いうのは別としてですね、やっぱりラインを上がっていくに従って、やっぱ持たれたところに執着しないとかっていうのは基本かなとは思うんですけど、やっぱここに来てもまだやってしまうという。いや私もだから結構してるんですけどね。私もやっぱり偉そうには言っても全然。
じゃあ例えばその、全体で把握するというか、この手を処理するとか何かの攻撃を処理するというよりも全体の流れとかそういったことを意識してやっていくっていう方がいいんでしょうか。個人のテーマがあるからですね、だから、個人的なだからテーマ持って稽古しようねっていうのがあるんですけどですね、漠然と一挙教えてくれとかエリミナギがうまくいかんとか言われても、その方がどういう合気道をしたいのかっていうのがあるからですね。自分のやりたいことというか目的に合った形で稽古していくということですね。はい、ということで今回は緊急企画ということで僕の大反省会をやらせていただきましたけれども、皆さんの何かの足しになっていただければいいなと思いますので、ぜひよかったら稽古の中で活かしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。